はい、おはようございます。今日なんですけども、今日は今からマレーシアのジョホバルに行きます。今年に入って7月に初めて行ったんですけども、そこから私は今年4回目なんですけれども、4回目にしてやっとちょっと生き方とか慣れてきたかなって感じなんですけど、いつもすごくしっかりした友達とかがいるので、ただついていくだけなんですけど、今日もそうなんだけど、ちょっといろいろ説明できるかなと思って、いろいろちょこちょこ話しながら行きたいなっていうふうに思っております。で、行き方なんですけども、今私ここにいるのはブギスの駅なんですけれども、ここから、クイーンストリートっていうところがあって、そこもバスターミナルから今日は行きます。で、前回は私ニュートンから行ったんですけども、ニュートンだったら、ニュートンサーカスっていうフードセンターがあるので、そこの横の、バスターミナルから行くこともできます。あと他に、ウッドランドとかあったりとか、クランジかなんかそんな駅があったりとか、ちょっと見てもらったらいいと思うんですけども、皆さん自分の最寄り駅の、近いところを選んでいったらいいと思うんですけども、あと電車で行くこともできます。あとタクシー、国際タクシーっていうのがブギスから出てて、それに乗っていくこともできるそうです。あとタクシーをチャーターして行くこともできるんですけども、それもお子さんいる人とかよく利用してる人がいるって聞くんですけども、で入国するときにマレーシアの入国カードっていうのを記載しなきゃいけないんだけど、それを3日前ぐらいから記入してっていうのができるんですけど、結構違法のサイトが多いっていう風に聞くんで、大使館とかのとこから行ったりとかする方がいいと思います。それは気をつけた方がいいっていうのはたまに聞こうかな。その入国カードをビビビって普通に記載するだけなんだけど、みんなねそのフライトナンバーとかベッセルナンバー何を書いたらいいのっていう風に思う箇所があるんですよ。私そこは NA って書いてるんですけど、大体それで行けました。あとステイ先、マレーシアのステイ先はどこですかみたいな感じで住所を書かなきゃいけないんだけど、それは大体行くショッピングモールを私は記載してます。それで大体 OK ですね。ということでちょこちょこ喋りながら行きたいと思います。今ブギスの出口の A から歩いてきて、ここまで5分ぐらいなんですけども、ここがさっき言ってた国際タクシーの場所、乗り場かもしれない。で、ここがバスターミナルでございます。で、このバスじゃなくて黄色いバスがあるので、あれですね、あれに乗ります。この CW2 っていうやつ、これに乗ります。値段があった。私はビザでタッチするから 4.8 ドルです。で、時間はいつもこうやって並んでるからあんまり気にしないで乗っちゃうんだけど、この CW2 っていうやつを乗ります。イージーリンクだとこれをもらうのね、でウッドランズから JB に入る時のバスあるでしょ、もう一回乗る、あれの時はこれが今日見せるのが、これをなくしちゃうとまたピッてやらなきゃいけないから2ドルを別で取られちゃうけど、これだったらこのままでいける。ビザだとオートマティックな感じ。そうってことで、今からブギスからだと40分ぐらいかな。で、バスの中がめっちゃ寒いんだけど、今日結構マシかもしれない。もういつも極寒で上とか着ないとちょっと耐えられないぐらい風がボワーってくるバスもあるので、結構寒がりな人は上着を持ってた方がいいかもしれないです。で、私こうやって何回も JB 行ってるし、食事とかしてもめっちゃ安いし、マッサージとかも美容系もめっちゃ安く行けるし、それがめっちゃ魅力なんだけど、長くねシンガポールに住んでる人に言われるのは、JB は本当危ないから気をつけた方がいいってみんなに言われるのね。で、この撮影をYouTube を見てくれたローカルの友達とかが、陽子はなんでそんな JB ばっかり行ってんだみたいな、あんな危ないとこ行っちゃダメみたいな感じで本当に言われることが多くて、シンガポーリアンの人とか長く住んでる人からしたらもうめちゃくちゃ危ない国らしいんですね。シンガポールがめちゃくちゃ安全なので CCTV もいろんなとこにあるし、犯罪が少ないっていうのもあるし、その
殺人とかは極端だと思うんですけども、とにかく盗難とかスリがめちゃくちゃ多い。ちょっともうこの30分だけの距離でガラッと治安が悪くなるっていうのは、私もこの、JB の魅力を言って投稿してるけども、もう危ないんで皆さん本当に気をつけた方がいいっていう風にちょっと今回は言いたいなっていうふうに思っていました。ブギスを10時10分に出て結局30分でかかってストランドチェックポイントに着いてもう10分ぐらいしか経ってない。しかも私は待ってる。そうで、友達は入国アライバルカードを書いてなかったからやばい急いでやって電波があるシンガポールにやりました。そういうのを気をつけなきゃいけない。通貨はなんだけど、私いつもあんまり現金を持ってこないんだけど、だいたいもうクレジットカードで行けます。現金で払えないとこもあんのかな。私そういうとこに行かないからちょっと分かんないんだけど、ってことで今から入国に行くんですけど、めっちゃ車混んでんの。そうなんか今友達はウッドランドから来る友達がいるんだけど、友達もなんか今めっちゃバス混んでて40分待ったやっと乗れたって言ってたから、もうなんか週末とかだったらめっちゃ混むみたいなんだけど、今もうこの12月の時期それも混むのかもしれないですね。なんでだろうね。ということでもう車めっちゃ混んでる。バスレーンがあるからバスレーンはね、そうバスレーンがあるから全然スイスイ行くんで、本当に自家用車で来る人とかタクシーで来る人は結構めっちゃ混んでる。ここ JB セントラルの駅のなんつうのなんとかって感じこういうお店が入ってて、このロティボーイっていうのが結構、シンガポールにもあるんだけどめっちゃ有名で、みんなここで結構やっぱそうみんなでシティホールにあるらしいです。そうでもここみんな買って帰る人多いから、そうここでなんかeSIM じゃないよ SIM カードとかも売ってるので、ここで両替するのもできるし、できるんだけど、ここで SIM カード買ったら結構高い。前なんかミニマムみたいなのがあって、それが結構そんなするんだって、そんないらんわみたいな感じの値段やったと思う。でここで今からシティスクエアっていうところにちょっと行きます。で隣にここはホリデーインがあるんだけど、そこで私は一回トイレとか絶対行くようにしてる。トイレ事情いろいろこっちの方がねトイレきれい。本当？この JBCC だっけ？こっちの方がトイレきたな。こっちのトイレそうなんだ、いろんなトイレ事情があるので皆さんこれは要チェック、神経質な人は。でユニクロとかあったりとかするんだけど、シンガポールよりちょっとだけ安いで、なんかシンガポールにないようなものも売ってる。あと日本にないもの売ってね。なんかちょっとブラトップみたいなやつもさ、ちょっとだけなんか違うもんね、形。臨海本もあります。しゃぶしゃぶ嵐だって。ファミマだ。シンガポールにはないファミマがあります。シャトレーゼもある。そんなに値段変わんなかったかな。変わんない。シャトレーゼは変わんない。もうチェック済みです。リリちゃんって方なんだけど、ブログとか書いてたり、インスタもめちゃくちゃ分かりやすいし、本当こういう人の情報で私は生きてる。本当にパクって恥ずかしい、そんなことない情報をパクりながらこう YouTube 上げてるので。オリエンタルコピーに来たけど、もう激混み。テイクアウェイはここだ。このパイナップルタルト、これも結構美味しかった。このサンバルチリもなんかこの間食べた梨レマのやつ、それも結構美味しかった。家では食べない。これは私は全然だった。これがオリエンタルコピーのエッグタルトでございます。これもしかしたら全然これも全然取れてなかったかもしれない。私のなんかフェードインが入ってきました。ここで食べるな言うてるの。まずあったかいです。おいしい。サクサクじゃない、周りが。甘い。半分でいいかな。そうだね、大きいね。結構。めっちゃ美味しい。なんか
カスタードみたいなね。食レポありがとうございます。温かいしか言ってない。トイレに行くのにトイレットペーパーでここのトイレはめっちゃ汚かったから隣のビルにトイレに行ってからランチに行く。で今からランチに行くんですけれども、だいたいグラブで移動します。今日でもこのタクシーめっちゃ綺麗。綺麗。で今日12345人なんでプレミアムみたいな大きいにやつを呼んでみんなで乗っていくっていう感じです。あ、これで8ドル。でも安いは安いね、シンガポールに比べたらね。やっぱ車今めっちゃ混んでる。So many cars。やっぱ安い。December？Tomorrow Friday. Oh, tomorrow Friday. So that's right. It is new train, right? New train. Yeah. Singapore. 2026. Yes. 2026年にシンガポールに行く電車が開通するんですよね。その工事が今すごいこのセントラルらへんはあったりとかするんだけど。はい、ということでこちらのハノイカフェにやってきました。ベトナム料理です。すごいいい感じ。ポットもあるんだ。ホットポットもあるね。いいね。すごいね。ワインセよ。海鮮がない。鍋。これ食べてみんな。生春巻き。ベトナムビール。初めて見た。バーバーバーしか知らん。ちっちゃいのが可愛いね。これで7リンギットかなんかだった気がする。下見てたな。一人いないけど。初めて見た。こういう感じのタイプなんだ。何？ごめん。また違うね。全然違います。ほら、麺が。ほんまや。これも入れた？これなんだっけ？文房具です。文房具。なんかちょっと内臓系。それは多分かまぼこみたいな。これかまぼこ。これかまぼこだって。もう出汁に出して。これ美味しい。かぶりつけそう。でなんていうのがこうハーバル系の味。美味しいよねこれね。美味しい、これ美味しい。なんかこっちの方が美味しい。なんかもうちょっと甘めだからさ、こっちの方が好みだわ。あ、美味しそう。なんかもう見た目がもう美味しそう。ワインセバリバリ。すごい。めっちゃ黄色。これにこれをつけます。マレーシアダメやね。マレーシアちょっと体調悪くなるね。そうならない。合わないわマレーシア。マレーシア駐在になったらないかマレーシア駐在。やばいね。いっぱい乗せるとキュウリね。汚いとこ行ってないのよ別にね。ね、綺麗なとこしか行けないはずなのに。収入不足のせいでつけて食べてください。はい。スープ系食べ。美味しい。ここのタレが美味しいかもしれない。ちゃんとなんか甘くない。これなんだろうね、この葉っぱ。この間来た時はほんと傘かぶってて。雰囲気。すごい。あ、足元お気をつけください。ブラジャーの前で野菜。わ、すごい。なんかナマズみたいな魚がうーって言ってる人がいる後ろで。これこんな感じだったけどな。四角だった。でもどう違うんだろう。3人教えてもらいます。Oh, this one, okay. This all can eat. Okay. What is the difference? Which one is nice? The brand, just brand. Only the sapphire don't not same. Okay, okay. こんなにいらんけど、まあ
なんかすごいこんな場所なのにすごいおしゃれなおしゃれな感じ。いきなりめっちゃ綺麗。ありがとうございます。すごい。お腹はいっぱい。お腹はいっぱいやけど美味しそう。うわめっちゃ美味しそう。私は今 JB に住んでる友達と合流して、お茶しに来たんですけど、みんなはKSL モール、この間私が行ったところでみんななんか髪の毛のトリートメントやったりとかマッサージに行くっつって、ちょっとディナーまではちょっと解散しております。 JB どうですか？めっちゃいいですよ。めっちゃいいね。めっちゃいい。めっちゃいい。シンガポールよりなんか全身でリラックスしてきてる感じ。いいね。そうなんか家賃が3分の1で3分の1以下です。以下で 3LDK で温泉付き。温泉とか大浴場がねがあるんだって。水道水ですよ。で日本人小学校が近いのか。近くもないけど住んでる人がすごい日本人の割合が多くて、あそこの本堂が日本人学校の多分3分の2以上がその辺に住んでる。もうコンドミニアムが村みたいな。村。なるほど。移動は全部タクシーでしょ？私は運転できないので、運転してる人もいるけど、いるんだ。私はそもそも運転ができないので、でも運転できる人だったら絶対車があった方がいい。移動が安いし、車も安いし、ガソリン代も安いし、ちょっと遠くに行くとグラフも捕まらなかったりするし、そうか。車持ってる人の方が行動範囲は広そうだし、楽そうだな。今さシンガポールで私もだけど、シンガポールからめっちゃみんな JB になんか流行ってるみたいな感じじゃん。でなんか私は結構みんなにっていうかシンガポーリアンの人みんな危ないって言うじゃん。一つも危なくない。一つも危なくない。一つも危なくない。もちろん例えばね、シンガポールのゲイランとか、そうだね。だからそういうのが危ないよって言われてるところに夜中に行けば危ない。それは日本だって危ない地域に行けば危ないでしょうけど、JB が本当こうやって普通にいる感じでは、今は私は危ない目に遭ったことがない。そんなところで行動しないしってことですよね。そもそもそんないろんなところにうろうろしないからっていうのもありますよね。もう私は基本家にいるから、なんか日本人の奥様がいろんなとこマッサージさこう開拓していったりとかしてるのを見たら、なんかスリみたいな、そういう危なさ。なんか私が移住してくる何年か前は結構、そうだね。何か前だね。そう結構なんか治安が悪い本土のガード、セキュリティの人が、悪い人と結託して入れちゃって日本人の親子が殺されちゃったとかっていうのも、そんなこと言ったら日本でもそうだしね。なるほどね。住んでる分にはそこまで感じない。自分は外国人だっていう意識を忘れない。外国に住んでるんだっていう意識はどっかに持ちつつ生活する分にはそうだね。全く問題ない。確かに。それはでもシンガポールも一緒でしょ？忘れてる。シンガポールにいると。シンガポールの方が日本人の割合多いし、そういう意味ではなんか楽かもしれないけど、でも全ての意味においてはマレーシアの方がリラックス。気取った人があんまりいないって感じ。ちょっと時間があるんでここでマッサージしようと思います。すっきり。なんか最初痛いかなと思ったけどめっちゃ真っ赤かよ。最初なんかめっちゃ痛いと思ったけどめっちゃ気持ちよかった。すごい
上手な人だったと思う。ということで今からみんなもなんかマッサージとかいろいろ終わったみたいなんで、待ち合わせ場所にちょっと行って今から夕飯を食べに行こうと思います。赤いめっちゃということですごいね、このコンドミニアムに住んでたらめっちゃ便利なこれです。ここもじゃん。ここもコリアン。ここです。こんな感じのお店です。イエーイ、おかずいっぱい来ました。お疲れ様です。あ、そうだ、これが今回のメインでございます。なんか焼いたのが来て、それをまたさらに焼く的な。低温調理です。これうまい。ホームメイドハーブソルト。美味しいね。